こんにちは。今回は中長編みで編むコースターを紹介します。アクリル糸端にもなるコースターです。中長編みは細編みよりも早く編めますし、編み地の厚みもあります。今回は段染めの糸で編みました。段染めの糸で編みますと、編み目が目立ちませんから、初心者さんでも編みやすいと思います。編み方を編み図で説明します。今回は中長編みだけを編みます。15目の作り目を中長編みを10段編んで、先ほどのコースターになりました。編み図では少し縦長になりますが、実際に編むともう少し正方形に近い形になります。今回は15目の作り目を編み、最初は中長編みですから立ち上がりの鎖編み2目を編みます。鎖編み1目に1目の中長編みを編んで、次は2段目です。2段目も同じ編み方です。中長編みの頭に鎖編み2目を編んで、前段の中長編みにすべて中長編みを編み、最後は1段目の鎖編み2目の2個目のところに中長編みを編みます。この編み方を繰り返します。今回は10段にしました。お好きな段数や目数もお好きな目数で編んでみてください。15目の鎖編みを編みました。最初は立ち上がりの鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、その下の3個目の目は鎖編み2目の台の目になりますから、その次の目に中長編みを編みます。ここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山に中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて4個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけてすべての糸を一度に引き抜いて中長編みを編みます。これをすべての鎖編みの裏山に編みます。次の鎖編みの裏山にも中長編みを編み、次の鎖編みの裏山にも中長編みを編みます。この編み方を続けます。次も鎖編みの裏山に中長編みを編みます。これをここまで編んでいきます。裏山を拾って中長編みを編みます。中長編みは細編みよりも早く編めます。そして厚みも少しあります。ここが最後のところです。最後のところにも中長編みを編んで、これで1段目ができました。次の2段目は鎖編み2目を編んで、編み地を裏返します。この鎖編みが中長編み1目と今回は数えますので、次に編むのは、ここが鎖編みを編んだところですから、その次の目です。鎖編みを編んだ次の目に中長編みを編みます。頭2本を拾って中長編みを編みます。この編み方の繰り返しです。細編みはこのように針に1本かかるだけですが、中長編みは針に2本かかります。
それで高さも少し高くなり、編み地の厚みも出てきます。早く簡単に編めるので、中長編みはアクリルたわしやコースターなどに編むときもおすすめです。そしてここが最後のところではありません。中長編みは編み目が右側に寄ります。そしてここが立ち上がりの鎖編みです。このように3本の糸を引き抜くために、中長編みの頭の目が右側に寄っています。ですからここはまだ最後の目ではなくて、ここに中長編みを編み、次に立ち上がりの鎖編みの2個目のところに中長編みです。これで2段目までできました。3段目も鎖編み2目を編んで、今鎖編み2目を編んだ目はこの目です。次のこの目から編み始めます。鎖編みを編んだその次の目から中長編みを編みます。3段目以降は2段目と同じ編み方を繰り返して中長編みを編みます。このように段染めの糸で編むと慣れない方は編み目が不揃いになりますが、段染めの糸だと目立ちにくいので助かります。そしてここは中長編みの頭がここです。2段目からは立ち上がりの鎖編みがこちら側を向いていますから分かりやすくなります。立ち上がりの鎖編みの2個目のところに最後の中長編みを編みます。そして次も鎖編み2目で次の段を編み始めます。このような編み地になります。今回は10段まで編みましたが、お好きな高さで編んでください。段数はお好きな段数で編んでみてください。そして15目でなくても、小さいのが良ければ10目だし、糸によっては大きさが違いますので、試しに少し編んでみてから目数を決めるのもいいかと思います。前段、中長編みだけで編む簡単なコースターの編み方を紹介しました。アクリルたわしにもなりますので編んでみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。